私はこの白の下地の方にすごいこだわっていて、このキャンバスの分厚さがあるから布自体にはあんまり影響がなくてですね、この白がないと作品が成り立たないです。私からは物語を話さずに皆さんに想像してもらう。今回のピックアップアーティストは山下敦子さんです。よろしくお願いします。山下敦子さんです。幼少期から行っていたご自身の空想の世界の物語をキャンバスに書き起こすというのをコンセプトに、ドローイングの手法を交えたオイルペインティング作品を制作し、一貫して邪魔のない幸せを書くことを目指しています。今年はすでに4回の個展を開催。アートフェア東京では24点もの作品が完売。注目を集める若手アーティストの一人です。独特の光沢があるんですね。そうですね。ゴールドの絵の具を使っていまして、油絵の具です。で、ちょっと他の顔料と混ぜたりとかしていて、独特な光沢が出てますね。邪魔のない幸せ。どういうことですか？邪魔のない、現実の世界だと、なんかネガティブなこととかあると思うんですけど、私の絵画の中ではそういうものは必要ないと思っていて、せめて絵の中だけでも幸せな世界を描きたいなと思っていて、今なんか自分の中の理想郷を描きたいなと思って描いてます。もう結構こういうなんていうか草木に覆われるこういうなんていうんですか、描き方が今は主流って感じですか？今は植物にちょっと興味がありまして、ちょっとこういうシリーズなんですけど、私は自分が作ってる物語をそのまま絵に起こしているので、その話の中の場面が変わったらまた違うものが出てきたりとか、その前のシリーズだと光をテーマに描いていたので植物はなかったですし、また次のシリーズになったら違うものが出てきたりとかすると思います。じゃあこういうふうに今描いてるっていう状態の時は基本的に同じというか一つのテーマの中で空想がずっと膨らんでたり動いてたりしてる。ずっと4年前ぐらいからずっとその話は続いてるんですけど、すごい。その話のこの最新作を毎回書いているっていうイメージですね。なるほど。はい。もう本当に物語が存在してるんですね。そうですね。も幼少期からそういう人形遊びだったりとかするのが好きで、その漫画も好きでしたし、自分で話を作るっていうのがとっても好きだったので、それをモチーフにしていますね。話ももう何本かあって、その中の一つの話を今書いてます。文章にはしてないんですか？文章にはしてません。なるほど。はい。ね、そういう空想があって物語を作るのがある習慣で好きでってなってたら、いろんな表現の仕方があったと思うんですけど、そこで絵だった理由とかってあるんですか？他に選択肢はなくて、もう私は絵が好きで絵でここまでやっていきたくてっていう気持ちで、だから何ですかね、理由っていうのはもうただ好きだからですね。なるほど。なんか見てる人に想像してもらいたいっていうのがあって、絵って結構自由だと思ってて、見てる人がこういう話なのかなとか、こうだなああだなって思ってくれるのがすごいいいところだとも思ってるので、私からは物語を話さずに皆さんに想像してもらう。こういう厚みというか、立体感っていうのはもう当初からというか最初からもすごく意識してなのか、今いわゆる空想というものからつながっているものがこの立体感を生み出しているのか。もともとキャンバスっていうものがあんまり好きではなくて、市販のキャンバスっていうのがで、自分で作ろうって思ったのがきっかけだったんですけど、何種類か大学の授業で作る授業がありまして、その中から自分に合ったものを探して、でそこから研究してこの下地にたどり着いてます。なるほど。私はこの白の下地の方にすごいこだわっていて、このキャンバスの分厚さがあるから布自体にはあんまり影響がなくてですね、この白がないと
作品が成り立たないです。そうなんだ。一番下も白だし、その上に結構しっかりと似たような色を重ねるけど、また一番上に白があるので、これです。はい、これは一番下の白なんですよ。そのままそれを抜き出してるんですか？そうです。最後に描いたわけじゃないんですね。最後に描いたわけじゃないです。ここを避けて描いてますね。だから一番手前にあるモチーフがこう絵画的に言うと一番奥にあるっていう、まあそういう面白さもあるかなと思って。すごいですよね。これはだから下書きとかももともとあってと。下書きはしてないです。してない。してないです。基本的にせずにやっています。それでやっぱこの白の部分を最終的に立たせるっていうところに行くんだ。そうですね。すごいですね。共同アトリエを運営していた。昔していました。今はもうやってないってこと？今はしてないです。そっか。アトリエでも共同でやってるアーティストって結構多いですか？今の若手だと多いと思います。ね、共同アトリエだとオープンスタジオができるので、そのメンバーの子も、まあ、知名度とか、まあ、活動の幅とかも違いますし。メンバー、そうですね、いわゆるその一緒に共同アトリエで集まった人たちで何かこうグループみたいなのを作ってたってことですか？そうです。スタジオメンバーみたいな感じで作っていて、でそのみんなが集まって展示することで、展示の機会も作れますし、まあ、いろんな人がいると思うんですけど、そのいわゆる今のその世代の人たち、同じ世代の人たちとかっていうのってどういうふうに関わったりしてるんですか？なんかでも SNS とかが発達してるので、結構そこから知り合ったりっていうのもそうですね、ありますし、どうなんだろう。私はなんか展示会場でお会いして、そこで仲良くなったりっていうことも結構あります。確かに作家が SNS、インスタとかやってるのを見るときに、他にどういう作家をフォローしてるかって見るのが面白いですよね。作家がフォローしてる他の作家をどんどん辿っていくみたいな、それも一個の発見の方法かなって。これからまあどういうふうにこれから展開させていきたいみたいな。展開ですか。でも海外で展示してみたいっていうのはすごくあって、物語は多分こう自分が日常的にこう受けてるものとか刺激とかからこう編みて出てくるものだと思うので、物語がどう進むかっていうのはまだわからないですけど、アーティストとしてはこう自分が描きたいものを描いてどこまでいけるかっていうのは挑戦したいですね。そうですよね。でこれから今年、じゃあ日本ではその展示の予定とかはあるんですか？日本はあとナディフアパートで個展が、恵比寿のそうですね、あるのと、あと文化村で、東急文化村、そうですね、グループ展に参加します。それいつ頃ですか？文化村が8月で、ナディフが10月ですね。じゃあもう全然見れますね。この動画を見た方は、はい、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。じゃあ本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。山下敦子さんの作品はミートやアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。